こんにちはなのだ。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。今回はメガドライブのギャラクシーフォース2を見ていく。では早速見ていくのだ。まずはゲームの映像を見てほしい。1991年 GSK 総合研究所からメガドライブで発売された本作は 3D 視点で奥へと進むシューティングゲームである。プレイヤーは正面から迫り来る敵を撃ち落としていくゲームとしてはオーソドックスな構成だ。この手の作品はスピード感による爽快感を前面に出すものが多いが、ギャラクシーフォースは逆でゆったりとどこか宙に浮いているような浮遊感を味わうゲームなのだ。そしてこのゲームを象徴するのが洞窟のステージである。狭い空間を壁にぶつからないように進んでいくことでプレイヤーは強く空間を意識させられるのだ。音楽もまた壮大で重厚感のある作りでそれを支えている。オリジナルは1988年にセガからアーケードゲームとして稼働を開始した作品である。当時のアーケードとしては桁違いの性能を持つセガの Y ボードというシステム基盤で動作していた。比較のためにアーケード版を見てほしい。基板には背景画面はない。画面に映るもの全てがスプライトで構成されている。画面全体が傾いて見えるのも全てスプライトを回転させることで表現している。当時音楽のドラムを PCM 音源で演奏することは一般的であったが、この当時のセガはそのベースの1音ずつサンプリングし演奏に使うほどその容量の増加に対する感覚が壊れていたのだ。恐ろしいくらいに高性能なハードで動くゲームをメガドライブに移植しようと判断した会社経営陣の判断は恐ろしい。というかそれを指示された開発チームに登場するのだ。Y ボードのスペックはこのようになる。 CPU に68000を3つも積んでいるのもすごいのだが、拡大縮小回転ができるスプライトを最大2176枚も表示できるという化け物である。パレットも512色が1セットで4096パレットを登録できるという意味のわからないスペックになっていることからもセガのハードウェアの開発部門の異常さがわかる。それに比例して当時としてはメモリ量が破格に多いのが特徴なのだ。基板が2枚構成なので裏からの写真となるが 32KB の SRAM が32個も並ぶシステム基板は美しさすら感じるのだ。なぜこれほどのメモリが必要だったのか。それはこのゲームの描画方式がファミコンともパソコンとも違うこの当時のセガ固有の方法だったからである。ここでもう一度基本に立ち戻るが、テレビが1フレームを描画する仕組みは昔も今も変わらず操作線方式である。画面は左上から始まり横一列左から右へとドットを表示し、端まで到達すると一段下に移動し再び左から右へ描画するを
繰り返すことで1フレームの画面が完成する。この横一列のラインを操作線と呼ぶ。ファミコンやメガドライブはこの操作線のドットの表示ごとに背景の情報が入ったネームテーブルとパターンテーブルを組み合わせてその場所の背景色を探す。同様にスプライトはスプライトの情報が入ったスプライトテーブルとパターンテーブルを組み合わせてその場所の色を探す。そしてその結果をミックスしてテレビに送る。これをドットごとにごく短時間に処理をする必要があるため同時表示数などの制限ができてしまうのだ。対して Y ボードは描画する前にスプライトの情報が入ったスプライトテーブルとパターンテーブルを組み合わせて専用チップで拡大縮小回転した変換後のキャラクターを VRAM に格納する。そしてテレビに送る操作線の1ラインごとに変換後のパターンを合成してテレビに送るのだ。この変換した中間データを大量に保持する必要があるため当時としては破格の大容量 VRAM が搭載されることになったのだ。そんな化け物をメガドライブに移植するというのはもはや常識では考えられない挑戦である。ではこの挑戦をプログラマーの視点で見ていくのだ。まず目につくのは背景に広がる宇宙の細かい描き込みや時期や敵などが大きいというところだろう。これは VRAM に大量のパターンデータを格納する必要があるということである。つまりこのゲームの技術的なポイントの一つは大量のパターンデータを小さな VRAM に詰め込む技なのである。ではここでメガドライブの VRAM の構造と特徴を見てみよう。メガドライブの VRAM はわずか 64KB しかない。この限られた容量の中にあらゆる描画データを詰め込む必要がある。まず背景やスプライトに使われる 8×8 ドットの画像データを格納するパターンテーブル。次に2枚ある背景のスクロール画面についてどのパターンをどこに配置するかを指定するネームテーブル。さらにスクロールしない固定表示領域であるウィンドウ画面用のネームテーブル。そしてスプライトの位置やサイズ、使用するパターンなどを管理するスプライトテーブル。加えてラインごとにスクロール量を変化させるいわゆるラスタースクロールを実現するためのスクロールテーブル。このようにわずか 64KB の VRAM の中でこれだけ多くの役割を同時にこなしているのである。各テーブルは VRAM 上のどこに配置するかはプログラマーが決めることができる。これは VRAM の中身をすべてパターンテーブルだとして 8×8 ドットのパターンを2048種類を表示したものである。ギャラクシーフォースではパターンテーブル以外のテーブルをこのような場所に配置をしている。メガドライブの面白いところなのだがこのテーブルの範囲以外は全てパターンテーブルになるのだ。この仕組みによって最大で2048種類のパターンを背景とスプライトで共通して使うことができる。もちろん別の用途で使用されている領域を表示しようとすれば変なパターンが表示されるがメガドライブは無理やり表示してくれたりする。ギャラクシーフォースがすごいのはこの仕組みを前提にした徹底したメモリ管理なのである。一つの連続するステージの中で限られた VRAM に使用する大量のパターンを必要なタイミングで効率よく入れ替えて押し込むことであの映像を実現しているのである。次の技術的なポイントはこの洞窟の表現である。アーケード版ではこの壁を全てスプライトで描画していたがメガドライブ版ではその描画方法を大きく単純化している。ここで重要なのはこのシーンにとって何を最も表現したいのかを見極める能力だと思うのだ。この開発者は重要なのはリアルな壁の形状よりも浮遊感であると判断し画面のディテールは思い切って簡略化する一方で時期の移動に合わせてカメラの視点がわずかに揺れ動く処理はしっかりと残すことを選んだのだろう。基本的な技術としては古くからあるワイヤーフレームによる 3D 表現であるが壁
壁を塗りつぶしながら滑らかに動かしているところが評価ポイントである。この通路は一見すると複雑に見えるが、部品に分解すると一番奥の暗い部分と壁の明るい部分、そして暗い部分の3つという単純な構成である。これを組み合わせることでゲームの通路を表現できるのだ。そのためにはこの部品をどこに配置するのかを算出する必要がある。まずは地面だけに注目して考えてほしい。この地面を真上から見るとこのような形になっており、一番下が一番手前で上に行くほど遠くなる。この図形を 3D レースゲームのように遠いほど小さくなるように奥へ倒し込む変換で画面に落とし込めば地面の設計図が出来上がる。狭い通路から広い部屋に入るところはこのような図を倒し込めばいい。ここで描画に必要な情報は一番奥の両サイドと薄いグレーの四角い枠の両サイドの座標だけである。あとはその座標に部品を置いていくだけである。描画ではまず画面全体を暗い壁で塗りつぶし、道の幅と奥行きから壁の高さを調整した部品を描画するだけである。あとは大きなカーブでは奥の部品がはみ出る可能性があるので、そこを補正するとか時期の移動でのカメラの視点を反映するなどの繊細な調整は必要になる。ただしメガドライブはパターンをタイル上に並べて背景を構成するので、任意の枠を描くのには少し工夫が必要であるが、それはまた別の機会に説明するのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。